部長です。紬だよ。前回の続きからだが。前回展示場の準備が途中で終わったからそこからだね。とりあえずシルバー目標を確認しておこうか。8種類以上の動物はやってればなんとかなりそう。600人もそんなに難しくないだろう。ゴンドラは初めてやるから大変そう。そうだろうな。でもやるしかないからね。これまでもそうだったがなんとかなるもんだ。そうだね。まずは動物を増やす作業から始めるよ。そのためにエリアを準備だが。入り口近くの高台にエリアを作っていくよ。そんなところで大丈夫か。おとなしい動物なら大丈夫だと思う。移動経路の確保も忘れずにな。ということでエリアが完成したよ。来園者の通路がいまいちだな。後で入り口から登ってこれるようにするつもり。一旦はこれでよしとするか。今度はエリアに動物を受け入れないと。何にするつもりだ。まとめて入れられるように動物を確認中。できるだけおとなしくてそんなに広いエリアがいらない動物にしたいな。一つ一つずつエリアで確認しながらだな。今のところボンゴとベアードバグにしようかなって思ってる。強制のメリットはないと表示されているがいいのか。他の動物も確認してからだけど。オカピもニアラもいまいちだしな。やっぱりボンゴにしよう。後でエリア内の動物の調子は確認しないといけないな。あとベアードバグもまとめてエリアに手配すればいいね。まだまだ増やさないといけないからエリアを作っていこう。今度は広く作りすぎたポニャのエリアを2つに分けちゃおう。それはいい考えだな。ポニャとの共生も考えたけど、それでもエリアが広すぎるからね。スペースが限られているからその判断でいいと思う。エリアの分割はこれでいいかな。動物が別のエリアに入ってしまってないかは別で確認だな。あとは微調整していくよ。フェンスの高さが気になるな。調整して完成。スタッフ用の歩道も忘れずにな。さっき分割したエリアに動物を迎えるよ。今度はどうするのだ。ダチョウがいいかな。今まで入れたこともないし。ズーペリアだとオスは1頭しか入れるべきじゃないようだな。じゃああとはメスを入れておけばいいかな。他にも入れようとしているのか。エリアは十分広いしね。耳栓参考を入れるのか。とりあえず入れてみようと思う。ダメだったら飼育エリアを別に作って移しちゃうよ。お金には注意してな。そういえばお金減ってきたな。なんかレポートが来てる。確認してみよう。点検レポートは星3つだな。これゴールドの目標でもあった気が。その裏でシルバー目標の一つを達成したようだ。600人達成だね。意外に早かったな。残りの目標を目指してさらに動物を受け入れよう。今度はポネアのエリアに配置したいな。肉食動物以外を選べよ。そんな当たり前のこと言わないで。土風呂なら大丈夫かな。大丈夫だと思うが結構高いな。買っちゃった。あとはエリアに配置しよう。これで残りの動物種類目標は1種類になったな。さすがにここからは凶暴な動物になりそうだから別にエリアを作るね。残りの受け入れ動物のエリアを作っていこう。今度は凶暴な動物の予定だから、フェンスは連打で準備しよう。予定が決まっているのならそうした方がいいな。最初に受け入れる動物決めてからエリア作った方が効率がいいことに気づいた。やはり経験は重要だな。このエリアも大体できたし、動物を受け入れようかな。凶暴な動物って言っていたな。クマにするよ。今ならつないで入れられるしね。あとはエリアに入ってくれば目標達成だな。今エリアの準備をしている最中だけど、目標達成のお知らせが来たな。ちょうどクマがエリアに入ったしね。あとはゴンドラだな。ここからはやったことがないことだからな。この辺り入り口から結構離れちゃったから、ショップを作っておこう。ショップは少なかったしな。あまり広くないところだからどうかなとは思うけど。その場合、来園者の状況を確認した方がいいな。全然見てなかったや。もう少し安定させたいならその癖はつけた方がいいな。一応食べ物、飲み物、トイレ、インフォメーションを作ったよ。グッズはなさそうだった。
研究が必要なんだろうな。では最後のシルバー目標、ゴンドラを準備していくよ。どうするつもりだ？入り口の近くから熊のエリアに伸ばす感じ。これで歩いて行って帰りはゴンドラってコースができるな。本当はぐるっと上から眺められるようにしようと思ったけど、それだけの動物エリアがないし不要だろう。ほんと目標達成のためだけっぽくなっちゃった。途中いろいろ手間取っちゃったけど、こんな感じで熊のエリアから随分離れたな。高さの問題もあるみたいだから敷くのが大変だった。先に駅を作ってからやればよかったのでは。そうかも。とりあえずレールはしてたので運行モードを設定しないと。ただの直線だからシャトルモードにしないとな。これで OK。 ゴンドラは複数配置できないぞ。レールが1本しかないしね。あとはテストか。こんなところから落ちたら嫌だし、ちゃんとしないとな。テストの前にまだ乗り入れる場所を作ってないだろう。そうだった。入り口近くの駅の設定からやっていこう。駅に入り口出口を作って、あとは待ち行列用の歩道を入り口に設置だな。これで OK。 あとは出口の歩道につなげないとな。通常の歩道で問題ないぞ。じゃあつなげちゃうね。これでこっちの駅は大丈夫。もう一つの方は結構変なところに作っちゃったな。やはり駅から先に作った方が良かったな。それは結果案だからごちゃごちゃ言わないで。やってしまったものはしょうがない。歩道とつなげてしまえばいいからな。でもやっぱり色々と遠そうな感じになっちゃったな。前向きに捉えて、出口のあたりにショップか動物のエリアを作って来園者を集められるようにするしかないな。これでテストかな。どうやら駅に電力が供給されていないみたいだぞ。電力パネルで確認してみよう。確かに駅まで電気が届いてないね。発電機を設置しないとな。ちゃんと電気が届く範囲に設置しないと。歩道を伸ばして。この辺りはうまく歩道が引けないな。高さの問題かな。うまく調整できた。あとは向こうまで歩道を伸ばして。この辺りでどうだろう。まだ足りないな。一旦設置してそこまで歩道を伸ばそう。これで OK。 本当にテストする時がようやくやってきた。どうなるだろうな。うまくやれることを祈るよ。テストを開始。まだ動かないな。動き始めた。うまくいってくれるといいな。あとは向こうの駅まで行って折り返してきてくれれば大丈夫かな。もうそろそろゴンドラが帰ってくるね。来園者数が増加しているみたいだな。いいことだ。君が受け入れた新しい動物たちを食わせる金が足りないと大変だ。っていうか、君を動物たちの餌にできるってわけでもないし。やっぱりダメか。ああ、そうだ。ゴンドラのライドはなかなか立派じゃないか。予算オーバーはしていないよな。ああ、そういえばリンリンが他の動物園から到着したんだ。彼女の滞在場所を探してくれないか。素敵な休暇になるといいんだが、詳しくは言えない複雑な事情があって、リンリンはお忍びの旅でここに来ているんだ。だからリンリンだということは誰にも言わないように他の名前を考えろ。でもパンダがいれば調査員は本気で感心するだろうな。だから彼女に何も問題が起きないようにしてくれ。ゴンドラはテストだけでよかったんだ。実際に運営したら赤字になったりしないようにな。そのためには入り口と出口を魅力のある場所にしないとね。ちょうどパンダの話もあったし、向こうの出口にパンダのエリアを作ればいいかな。お金が減ってしまっていることを忘れずにな。しばらくはお金が貯まるのを待つしかないかな。じゃあ今回はこの辺りで、次回も見てね。よろしくお願いいたします。